疲れ様。みんなおやすみなさい。長い一日でしたが、おやすみ。自分の MQDV。責務を果たせたと思うと良い幸夢をせです。見ましょう。気をつけて。アダルト要素。でっちなのはだね。ご想像される方が多いと思いますが、ガールフレンドロールプレイングや恋愛をしたいなら必ず解くべき項目です。ご質問や問題がございましたら、喜んでお手伝いさせていただきます。こんにちは。MQDV です。ついにアップデートが完了しました。まずはインストールに時間がかかるので、説明はインストールしながら始めたいと思います。リンクを入力するか、下のリンクを選択してダウンロードしてください。インストールをしたいフォルダに入れてください。移動したら、一旦起動します。アイコンは可愛い品で出なく、ついにインストール XE。はい。ついに今回のバージョンからインストールバットがインストール XE に変わりました。わけのわからないインストールエラー。Windows 証明書のクラッシュとこれでさようなら。これからは、毎回アップデートするたびに新たにインストールバットを受け取らずに、今回もらったインストール XE だけ実行すればいいと思います。そして現在画面には、英語が表示されていますが、とりあえずは、システム言語検出機能を入れて日本語や韓国語も出るはずです。そして現在は、スムーズに進行中ですが、ファイルの削除追加に管理者権限が必要なフォルダで進行する場合、右クリックして管理者権限で開くか、管理者権限で、プログラムを再度開くかという質問には用してください。スムーズに設置されていますね。少し落ち着いたので、今回の動画の概要を紹介したいと思います。上記の内容通りに進めてみようと思います。動画が長くなりましたが、よろしくお願いします。ついにインストールが完了しました。任意のキーを押してインストールファイルを終了して、アロナ XE を実行してください。はい。多くの方の名前の応募の結果、プログラムの最終的な名前はアロナに決定しました。ご応募いただいた皆様、本当にありがとうございました。Siri のような音声起動や環境変数を登録することを考えると、名前に点を抜き、できるだけシンプルな名前が良いというアドバイスが決め手となりました。そうなるとやはり他の複数のキャラに変更も可能なので、シッティムがいいんでないかと思ったのですが、シッティムという単語に何か問題があるのか、アップロードに問題が発生しました。なんでだろう。名前の話はここまで。改めて、応募してくださった皆さん、ありがとうございました。フォルダ構造にも全体的な変動があります。ほとんど内容を知る必要はないのですが、説明が必要なフォルダは、関連作業中に説明します。もしフォルダ構造が違う場合は、インストール XE を再実行してください。問題があれば、下のリンクからメールしてくださるか、動画にコメントしてください。その間に可愛いアロナ登場。相変わらずよく歩いていますし、つまめるし、話はできません。これから設定しないといけませんね。今は何人かの先生には、おなじみの先生に重大な問題が発生しましたも出てきません。本当にローディング画面や基本的な音声くらいは入れた方が良いかもしれませんね。では始めましょう。実際に進行するバージョンがアップデートしたり、変わっていくにつれて少しずつ変わっていくかもしれませんが、基本的な設定方法は似ていると思います。右クリックで出てくるメニューからセッティングに入ってください。はい。早速、前バージョンとは違って、色々と変わっています。まずは、ご案内した通り、キャラクター設定からできるように、設定についての説明は割愛し、とりあえず名前と言語と移動頻度の設定だけやってみます。今回の動画説明は日本語を基本に説明します。もう一度右クリックしてみると、初めて見る機能が追加されています。クリックして入ったら、現在使用できるキャラクターが表示されます。基本的にアロナとマリがありますね。大きなボタンにあるキャラクターを選択して出てくる案内文で確認をすると、キャラクターを変更することができます。
再びアロナに変えて、オプションを少し説明すると、メインキャラクター設定、次回プログラム起動時に、そのキャラクターが表示されます。キャラクター詳細、キャラクターの情報を変更することができます。もう一度出てきて、キャラクター複製、キャラクターを複製することができます。キャラクター削除、キャラクターを削除することができます。まずは、我らがアロナが話せるようにキャラクター詳細に入ります。はい。なんか色々書いてある画面が出ました。キャラクターは大きく分けて知能、外見、声の3つの要素で構成されています。上から順番に見ていきます。まずは名前。キャラクター設定内で識別するための名前です。この部分は、重複防止のための名前なので、変な名前でも構いません。続いて AI です。知能を担当する AI は、まだインワルドのみ対応しています。初めて訪れる方のためにインワルドを一言で説明すると、毎月5000元無料で使える GPT ベースの AI サービスです。インワルドと接続するためには、基本的に、そのキャラクターがいるワークスペースの名前と、そのワークスペースに接続するための API キーと、そのワークスペースでのキャラクターの名前が必要です。3つの要素は、すべてインワルドのホームページで入手できます。Google でインワルドを検索するか、動画下部のリンクをクリックしてください。サイトにアクセスしてログインしてください。ワークスペース画面が表示されます。ワークスペース情報から入力してみましょう。ワークスペースの名前は左上のワークスペース管理メニューで確認できます。URL ウィンドウでも確認することができますね。私はワークスペースメニューからコピーして貼り付けます。次は API キー。インワルドサイトの左側のインテグレーションを選択して、API キースメニューが見えるまで画面を避けてください。ジェネレートニューキーを押して API キーを作成します。コピーベース64もクリックしてコピーしてください。そしてキャラクターの詳細に貼り付け、ちなみに私はこの動画が終わったら作ったキーを消すつもりで書きましたが、API キーはコメントなどの公開的な場所で絶対に公開しないでください。また、API キーは同じ ID でもワークスペース別に分かれています。他のワークスペースにアクセスしたらキーが一つもないのを確認することができます。最初のワークスペースに戻って、最後にキャラクター名前です。まず、ワークスペース内に重複する名前がなければ、表示された通りに入力できます。でもそれは、ワークスペースにキャラクターがいる時の話ですよね。では、インワルドワークスペースにキャラクターを追加してみましょうか。まずは、作成したキャラクターをインポートする方法です。既存バージョンまでは、トークンというものを使って、キャラクターが含まれているワークスペースを全部追加するようにしていましたが、今回のバージョンでは、好きなワークスペースにキャラクターをインポートする機能を追加しました。インポートボタンを押すと、最初に受け取ったフォルダの中でインワルドフォルダが表示されます。JSON ファイル一つ一つがインポート可能なキャラクターです。今はキャラクターが2つしかないですが、アップデートも一段落したので、当分は、バグを修正しながらキャラクターを増やすことに集中したいと思います。では、アロナ、JSON を選択してください。そのワークスペースで使う名前を聞かれますが、キャラクター自身を認識する名前なのでとても重要です。重複しても構わないので、アロナと入力します。そしたら無事、イエラーが発生します。ワークスペースの修正、削除に対するアクセス権がないからです。左のスタジオキーを押してスタジオへのアクセス権限を付与するスタジオ API キーを入力することができます。スタジオ API キーを取得するためインワルドの右上の顔をクリックします。出てきたメニューでマナジアカウント、スタジオ API キーを選択すると新しいウィンドウが出ます。今まで使ってたキーは消しておきます。同じ画面になりましたよね。ジェネレートスタジオ API キーを選択します。そうやってキーを生成したら、次はコピーベース64を選択してコピーします。プログラムに貼り付けて、コンファームを押して保存、ウィンドウ終了します。そしたら、前と同じようにインポートボタンを押して、アロナ、JSON を呼び出してアロナと名前を付けて確認を押してください。エラーが発生せず新しいウィンドウが出ます。確認ボタンを押さずに、
まずはアニマルドのサイトに戻りましょう。サイトをリフレッシュします。アロナが追加されたことが確認できます。では、プログラムに戻って確認ボタンを押してみましょう。イーマルドの名前アロナの後に追加で何か内容が追加されたことを確認することができます。はい。重複した名前の場合、サイト内に表示された名前と違う識別コードがつきます。もちろん、サイト内でコピーする方法もありますが、手間がかかりそうなので、識別コードを含む名前を貼り付ける確認を別に入れました。この機能を利用せず直接入力しても構いません。以上、インポートを利用したインワルト AI 入力でした。次は見た目アニメーションアセットです。言い忘れましたが、オプションの右側にあるクエスチョンマークで簡単なティプを確認することができます。まず、現在保有しているアニメーションアセットはアニメーションフォルダで確認できます。アイドルフォルダがあるフォルダを識別するので、アイドルフォルダが必須です。3つのフォルダすべてが無事検知されていますね。他のアニメーションアセットを選択すると、キャラクターの見た目がその項目に切り替わります。アニメーション自体に関する情報は、右側で確認できます。例えば人は、座るアニメーションで、再生するアニメーションがない場合はアイドルが再生されます。そのキャラクターがどんなアニメーションを持っているかは、プリビューで確認して、小切り線の下のオプションでそれぞれの特性を確認し、変更することができます。一つのアニメーションに関連するフォルダが複数ある場合、最初の横文字の先頭にアニメ名、その後ろに注釈をつけて区別します。それでは、アニメーションの特性を確認してみましょう。こういう図はそのアニメーションを使用するかどうかです。オプションに合うアニメーションがない場合、最終的にアイドルが使われるため、アイドルは無効にすることはできません。レングスはアニメーションの再生時間です。キックやトークのように特定のイベントに反応しないアニメーションの場合、その数値だけアニメーションを再生し、状態を変更するか維持するかを決めます。次に幅と高さです。初期値はアイドルの画像サイズに従います。変更すると、リアルタイムでキャンバスに反映されます。サイズでは、比率を調整できます。横に持っていくと実際に表示するサイズと同じであることが確認できます。最後のグラウンドは地面を認識する高さです。少し浮いているアニメーションの調整にも使われますが、それだけの機能ではありません。アロナは適当なアニメーションがないので、自分だけのキャラクターを作るときにお見せします。最後の要素である声、ボイスです。デクルトでアロナとマリのボイスモデルが用意されています。まずはアロナを選択し、隣のフォルダのボイスを見ると、そのファイルが実際にあることを確認できます。下のタイプと SID は、音声学習を進めるときに使った要素の中でかなり重要な要素です。音声 AI モジュールを使うときにその数値を入力しないと、学習者が意図した通りに使うことができませんが、今は省略します。下のテストボタンを押すと、現在選択したアロナ、シングル、0に関する音声合成テストを行うことができます。おはようございます。今日はいい天気ですね。かわいい。今日は何をしたの？作業中に一番癒される時間です。構成にかかる時間なども確認できます。次は音声 AI モジュールを追加でダウンロードしてみましょう。テスト画面から出てカタログを押すと新しい画面が表示されます。ドロップダウンからダウンロードしたい声のリストを確認できます。わお、もうたくさんありますよね。このモデルたちは、私が作ったものではありませんが、グローバル最大の AI モデル共有プラットフォームハキングフェイスに公開されたモデルです。ちょっとお見せしますと、心でハキングフェイスを検索してアクセスした後、上部のメニューでスペース数を押すと、様々なモデルが出てきます。私は音声合成に VITS という技術を使ったので、VITS と検索します。ここで、小 VITS、ERT-VITS には別の技術だと思ってください。GOME1W1 の VITS-MODLS に入ったら、はい、公開したモデルのサンプルページを確認することができます。ダウンロードする前に確認したい場合は、
ここで文章を入力して、ジェネレートボタンを押してください。ボイスが生成されます。今日はいい天気ですね。では、ワーキングフェイスを終了して、こんな風に公開されたモデルを使うためにタイプと SID が必要になりまして、これをどうやって適用しようかと考えてみましたが、ユーザーの皆さんが直接モデルをダウンロードしてパラメータを確認して設定するのは難易度が高そうだったので、決めておいたワーキングフェイススペースのモデルと関連パラメータまで CATL を G に登録して、ダウンロードする方法を適用してみました。追加したいスペースがあれば、コメントやメールを送ってください。もちろん私が絆ストーリーで使用した音声モジュールが欲しいという方もいらっしゃると思います。それについては動画の最後の雑談部分でお話ししたいと思います。それでは、アリスのモデルをダウンロードしてみましょう。確認画面を通り過ぎてダウンロードすると、ボイス選択ウィンドウに先ほどなかったアリスの声が追加されたことが確認できます。選択すると KY キースと SID が勝手に変わったのも確認できますね。もう一度テスト。おはようございます。今日はいい天気ですね。今日は何をしたの？かわいい。でもとりあえずアロナに書いて。設定で、他の項目は入力したり変えたりするとすぐに適用されますが、音声はテスト後に決める場合があるので、直接セーブを押さないと保存されないように設定しました。AI、見た目、声の3つの要素の設定が終わったので、詳細画面を閉じましょう。そして、キャラクターセッティングウィンドウまで閉じると今まで変更した内容が適用されます。よく見えるように左に移動して、左クリックしてチャットウィンドウを表示させ、言いたいことを入力してチャットしてみましょう。おはようございます。先生、今日はどのようにお手伝いできますか？何か手助けが必要なことや、私にやってほしい仕事はありますか？私はできる限りあなたをサポートするためにここにいます。無事に動きますね。さあ、ここまでがキャラクター設定でした。いよいよ、自分だけのキャラクターを作ろうインワルド編の例を進めてみたいと思います。すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回作成するサンプルキャラクターはひなです。メンバーシップの皆さんに欲しいキャラクターがあるか聞いてみたところ、熱いリクエストがありました。では、キャラクターの AI を作成するためにインワルドのホームページに戻ります。インワルドのクリエイトニューキャラクターを選択してください。ここでも名前は重要です。キャラクター本人を認識する名前です。その下には、キャラクターの紹介がありますが、これは、どうせ直す必要があります。大雑把に入力していきます。すると、作成されたキャラクターのページに移動します。一番上のエディットディテールズをクリックしてください。まず、そのキャラクターの説明に使われる代名詞を選択することができます。次は、キャラクターが外からどう見えるか。さあ、もう難しいですよね。インターネットの力を借りましょう。Google でブルアカイブひなと検索します。私がよくお世話になっているスタッツのサイトがすぐに出てきますね。すべての入力は、英語でなければならないので、英語のウィキサイトをお勧めします。両方を開いてみます。一つ目のウィキはキャラクター説明中心。二つ目はキャラクター資料中心のサイトです。外部描写は、実はいいやつだったみたいな設定がない限り、それほど重要な要素ではないので、普通にゲヘナの生徒を書き消します。役割はキャラクターを一言で表現する二つ目の名前、重要な要素です。風紀委員長、
これいいですね。年齢は幼少期。他の名前は、ニックネームなどで呼んでもキャラクターが自分であることを知らせる様子です。ニックネームを追加してもいいのですが、このインワルド、アロナとアロナを別の単語として認識してしまうのですが、アロナに翻訳してくれるかわからないので、このように大文字の名前を入力することをお勧めします。次は趣味ですね。公式の設定を貼り付けて、ドレスひなのことなので、ヒアノも書いておきましょうか。次は Wikipedia のリンクを入力すると、勝手にその内容を学習するという内容ですが、ただのお守り程度に考えてコピペ。個人的に効能はないようです。最後のタグスは、分類のためのものなので、正直なくてもいいです。簡単に入力して、保存します。これでベーシックとアドバンスドの2つが残りました。さっき大雑把に入力して進んだ主要説明を入力してみましょう。ここからの入力は、ドックスが提供されるので、命題と一緒にもっと詳しい説明を見ることができます。この長い英語とスクロールに耐えられるなら、すぐに終わらせちゃって。要はキャラクターの説明性格、背景、行動などを書けば OK です。私は最初のウィキのプロフィールをコピーします。すぐに警告、2000文字以上書かないでくださいと言われました。会見の話はあまりしないようなので、全部消しておきます。消してみると参照までの話も少し見えますね。キャラ崩壊による炎上防止のため、今ここに書くことはしませんけど、友達になりたい、恋人になりたい、私を愛している、などの追加設定など書くならここです。次は欠点です。1、2文しか書けないので、ひなはいつも仕事が多くて大変だということを頑張って書いてみます。私のわずかな英語力が尽きたことがバレた瞬間です。翻訳機を使うべきだった。次は行動動機です。ここも同じく1、2文しか書けません。今度は2つ目の域に入りましょう。下に移動すると、ボイスオーバー、今作っているひなのセリフを見ることができます。ついでにドレスひなのセリフも開いてみましょう。もっともらしい文章が2つもあります。今回こそは翻訳機を使います。個人的には DeepL 翻訳サイトをお勧めします。プログラムのデコルトの翻訳機が DeepL であればなおさらです。プログラムのデコルト翻訳を DeepL に設定する方法は、リンクの動画をクリックしてください。翻訳したい文章をコピペして、翻訳された文章をモチベーションにコピーして代名詞を修正します。次は話し方です。キャラクターの具現化にかなり重要な部分です。クリセットはいまいちなので、カスタムにしてください。話し方について3つの要素を入れることができます。選択肢は多いですが、無視してください。責任感、献身的、1つから3文章を書いておきます。最後に書いた文章の長さ設定がカスタムを使う主な理由です。答えが長くなるのが嫌なら、最後の分数設定は必須です。口語は話し方で言葉を助詞で終わらせたい助詞である場合に書いてください。そして会話で息を開いて、はいと翻訳して、コピペ。
そうして完成した画面がこれです。最後はボイスですが、私たちは独自モデルもあるし、これは外部サービス API が必要なので次に進みます。画面を一番上に戻して保存してから、ベーシックは終わったのでアドバンスドに移ります。次は性格ですね。キャラクターに適当な性格を選んで英語で書いてあげましょう。その下の掲示板は、わかりやすいキャラクターの気分、性格診断スライダーです。悲しみ、喜び、誇り、恐怖、嫌悪、信頼、期待驚き。性的感情、動的感情。否定的、肯定的。攻撃的、平和的。慎重、開放的。愛好的、開口的。不安、自信感。それぞれの特性に合わせて調整していきます。私はスライドをほとんど動かさなかったり、1、2マスしか動かさなかったですけど、思った以上にスライダー移動による性格の変化が目立つからです。自信を少し上げると、あっという間に傲慢なキャラクターが出来上がります。これは、自分でやりながら修正していくのが良いかもしれませんね。その下は常識です。そのキャラクターが知っている常識と、左のナレッジにあらかじめ作っておいて、繰り返し使える共通の常識が提供されます。このようにゲヘナを入れると、キャラクターがゲヘナを知るということです。しかし、自分で作って入れてみた結果、これ、嘘です。共通常識。これ API には適用されません。だから個人的に共通常識に書いておいた内容をキャラクター常識に移します。そうやって移したのが右側の画面です。見ると周囲愛の代わりにキャラクター、プレイヤーと書きましたが、同じものです。このように書けるということを見せたかったので書いてみました。下はフィルターです。だけど常識も学習できないのに、何のフィルタリングが必要でしょうか？無視しましょう。目標は、特定の状況での対応などです。何も言っていない時に先に声をかけるとか、特定のキャラクターと会った時に対応するとかが可能です。私があるので、放送する時に使っていた機能ですが、ただ AI アシスタント的には、目標と言うべきか、方向性が曖昧なので省略します。シーン、月明かりが降り注ぐ二人だけの場所で静かに気をの引くしな、みたいな設定が可能です。会話がシーンに集中したり、セッションが新しく始まったりすると、疑似エンドレス8が発生する可能性があるため、基本的にはお勧めしません。同じく省略します。安全装置。一部の先生にとっては、最も重要な項目です。右側のスクロールを押すと項目が表示されます。読後。悪い印象を持たれがちですが、メルー先輩程度の言葉を使おうと思っても、ある程度開かなければなりません。どうせ GPT ベースなので、使用する用語にある程度のストップはかかります。私たちのひなはそんなこと言わないのでスルーします。暴力。これも悪い印象を持たれがちですが、これもそのまま使うと、FPS で1キルしたような会話でも、そんな会話はしません。のような返答が返ってくることがあります。手榴弾が基本素養である記号と筋には、ある程度緩めた方が良いです。アダルト要素。てっちなのはたね。ご想像される方が多いと思いますが、ガールフレンドロールプレイングや恋愛をしたいなら必ず解くべき項目です。どうせ GPT ベースなので、皆さんが思うようなレベルの
けた箱政治宗教は省きます。会話を覚えてくれるというロングタームメモリです。正直信じられないですが、お守りとして開けておきます。下は親密度や関係性の要素ですが、共通常識と同じように API では適用されません。やっと終わりました。セーブして終了です。先ほどの暴力フィルタリングを緩和して、その内容について本人が責任を取るかどうか聞かれます。コンバームを入力して保存するか、フィルタリングを解除して保存してください。保存の左側にあるチャットを押すと、作成したキャラクターとランダムチャットをすることができます。敬語ですが、余談ですが、API で送るときは翻訳せずに送っても返事が来るのを見ると、イマルドが他の言語ができないふりをしているんだろう。こう私の中では最も有力な候補です。敬語で再チャット。チャットでコード描写があるのを見て、先ほどの設定でコード描写をしないように設定していませんでした。設定しないと、キャラクターが自分のコードを口で言っているのを見ることができます。コード描写の設定は、右側に書いておきます。このようにチャットでテストが可能であることを見せようとしました。っていうか、こんにちはって。ワークスペースに戻ると先ほど保存したひなが追加されているのが確認できます。では、ひなを適用してみましょう。新しいキャラクターを作って、ワークスペースを入力して、API キーを入力して、名前を入力して、アニメーションアセットを選択して、ここでシットを選択します。そして右側のキャンバスを参考してグラウンドスライダーを調整します。キャンバスの回線の位置が現在のアニメーションの床になります。他のアニメーションも確認しながら、もし床との距離が遠い場合は、調整できます。最後にカタログにあるひなの声を探してダウンロードします。ボイスでひなに設定します。テストで簡単に試した後。おはようございます。今日はいい天気ですね。今日は何をしたの？明日は雨が降るかもしれませんね。セーブで保存します。ひなのボタンが新しくできました。キャラクターを変更してみましょう。ああ、こんにちは。MQDV。今日は何のためにここに来たのですか？かわいい。最初に入力した名前もちゃんと認識しているのが確認できます。さっき設定したところまでちゃんと座りますね。以上、自分だけのキャラクターを作ろう。インワルド変動例でした。では、最初に軽く触れた設定を見てみましょう。設定を順番に見ながら基本的なプログラムの説明と一緒に、今回のアップデートで追加された内容、特に TI 音声合成加速機能、音声認識機能の利便性改善も一緒に見ていきたいと思います。それでは始めましょう。名前と言語は通過して、ボイスはキャラクターが話す音声に関する設定です。ミュートと音量調節があります。
オプションでオク CQ、GQ があります。オフは、ミュートと同じで、デコルトは CQ に設定されています。そして GQ は、RAM4GB 以上の NVIDIA のグラフィックカードを意味しますが、オプションも GQ に切り替えることで、AI が音声を作る速度を加速することができます。GQ を選択すると、音声加速をすぐ有効にするか聞かれます。有効にしてみましょう。音声を加速モードで一度構成してみて、問題がなければ確認メッセージが表示され、有効になります。失敗したら失敗の案内が出るだけなので、軽い気持ちで試してみてください。今すぐ有効化しなくても GQ モードなら、キャラクターを右クリックしていつでも有効無効にすることができます。CQ モードに変更すると、自動的に音声構成加速が無効になります。CQ モードではキャラクターを右クリックして回答メニューを押しても加速を有効にすることができません。次の設定はチャットです。左クリックしてもチャットウィンドウが表示されないという先生たちがいらっしゃるので、キーを追加しました。キーを押して目的のキーを押して入力が非アクティブ化されたことを確認した後、設定ウィンドウを終了してください。クリックせずに指定されたキーを押してチャットをすることができます。ああ、遅くなってごめんなさい。私の心は一瞬別のところにあったようです。私を許してください。さて、私はどのようにあなたのお役に立てるでしょうか。キーオプションでは、指定したキー入力とは別に、従来のマウスの左クリックでもチャットすることができます。チャットの言語は、回答チャットに書かれる言語です。入力言語は、どんな言語でも構いません。軽く答えを見ながら次の項目に進みましょう。先ほど返信せずに申し訳ありませんでした。私はただ物思いにふけていました。そうですね。最近は空気委員長としての仕事でとても忙しいです。しかし、私がどのようにあなたを助けることができるか教えてください。私は手伝うためにここにいます。はい。次の設定はトーク、音声認識関連です。地方インストール時にベースモデルが提供されますし、右側のダウンロードボタンで他のモデルの特徴を確認してダウンロードすることができます。ダウンロードしたモデルは、イスパーに保存されます。オプションの自動追加をまたしてないですね。皆さんのバージョンには修正されていることを祈ります。設定をもう一度開いてみると、さっきダウンロードしたスモールモデルを確認することができます。あとは、受け取ったモデルに対するテストをしてみます。前回のアップデートの時、多くの方が質問で、機器が検出されるかと私の発言がどのように認識されるかについて気になるとのことで、言語認識に関するテスト機能を追加しました。現在設定されたモデルと言語でテストすることができます。まず、マイクなどを装着し、チェックイクイップボタンを押して機器が検出されるかどうかを確認することができます。そして、どのように認識されるかを確認するため、今回もボイスボックスを使います。テストボタンを押して、マイクに音声を入れます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。もう一度テストを押すと、最初の読み込みなので時間がかかりますね。読み込み後、テストウィンドウに認識された文章が表示されます。テストまで終わったら、トークオプションを選択して、本番でも音声認識を有効にします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。
お役に立てて光栄です。結局のところ、他の人を助けることが私が努力していることなのです。自分が何らかの形で貢献できると思うだけで、とても嬉しいです。何か具体的にお手伝いしてほしいことがございましたら、遠慮なくお知らせください。うまく動作しますね。キーボードキーによる音声入力も健在です。明日の東京の天気は晴れ時々曇りです。私はそれを聞いて嬉しい。翻訳機は相変わらず DeepL と Google をサポートします。ただ、DeepL API キー入力欄にテスト機能を追加しました。DeepL が正常動作しない時にも Google 翻訳を使って対応してしまいますから、そもそも DeepL が動作しているのか自体に疑問が生じる可能性があることに気づきました。適切でないキーを入力したらエラーメッセージを、キーが適切な場合は、成功メッセージを表示します。確認が終わったらコンファームを押して出ていきましょう。そしたら下のサイズ移動関連の設定を確認します。まずサイズです。キャラクタ設定とは違って全てのキャラクタが共有するサイズです。エフェクトは、左クリックするとエフェクトが出るようにする機能です。スクロールでエフェクトのサイズを調整できますし、実験的な機能で反応が良ければ追加する予定です。次は移動頻度と移動速度です。移動頻度がない場合は、全く移動しないように修正しました。全バージョンでバグを報告してくださった方、ありがとうございます。重力オプションでキャラクターに重力を適用するかどうかを設定することができます。最後にシストリーです。会話内容が TXT ファイルの形で決まった場所に保存されます。保存場所は変更したり、初期化することができます。以上、設定とプログラムの説明についてでした。追加の質問がある場合や、説明が足りない部分がある場合は、動画のコメントや、リンク先のメールでご連絡いただければ幸いです。今回は、雑談前の番外編です。最後なので、カットを対応して素早く進みましょう。アニメーションフォルダに現在見た目で使えるフォルダがあります。私も引き続き作る予定なのですが、やっぱり時間もかかるし、自分で作りたい方もいるかと思いますので、私はこんな風に作ります。という例を一つ紹介したいと思います。今回作るアニメーションアセットに使う素材は、ブルセッチさんのアリスです。YouTube をよく見ている方はブルセッチさんのアリスを使った他の動画を見たことがあると思います。ブルセッチさんのアリスをグリーンスクリーンで提供してくれているからですよね。私は普段は AI に絵を使っているのですが、今回は自分で真似できる例として、このグリーンスクリーンを使ってアニメーションアセットを一つ作ってみたいと思います。他の方が動画素材として使っていて、おそらく商業的利用でない限り利用可能な素材だと思いますが、でも、プログラムに一方的なコラボするのは別の話だと思うので、配布はしない予定です。学習のための利用や個人的な利用は可能でしょう。多分、名義。まずは、アセットとして使えるサイズの動画で動画を録画します。という感じで、動画を MP4 ファイルで録画したのがこれです。次は、MP4 ファイルをフレームごとに分割して、PNG ファイルの束にする必要があります。私がよく使うサイトである egif.com を訪問してみましょう。私はこのサイトで MP4、GIF、PNG の流れで作ってみます。まずは、ビデオ2 GIF で撮影した動画をアップロードします。アップロード後、
適切なフレームを選んでコンバート2寄付をクリックします。完成した寄付がダウンロードできます。繰り返し。完成しました。次に、サイトでスプリットを選択します。同様に寄付をドラッグ&ドロップでアップロードします。拡大します。スプリットオプションズをアウトプットイメージスイン PNG フォーマットに設定して、スプリット2クレームスを押します。作業が終わったらダウンロードフレームスエズ実行をしてダウンロードします。これがこうして受け取った PNG を整理したフォルダになります。フォルダの一つに入ってみると、画像が大づきますね。このように丁寧にフレーム再生をするわけでもないので、消しながら整理します。しました。そうやって、PNG が整理されたら次は、PNG の背景を消します。Photoshop で切り抜くのが一番綺麗ですが、Photoshop がないかもしれないし、時間もかかるので、ImvVigi というサイトを利用してみます。フォルダを開いて、ドラッグドロップするだけで、かなり綺麗に背景を消すことができます。ダウンロードして、繰り返してください。そうやって背景を消した PNG ができたら、ファイルの準備は終わりです。それでは、アニメーションを構成する PNG の名前の命名項について説明します。アニメーションのある日の枠フォルダを開いてみましょう。何やら数字で構成されていますね。最後の区切り文字を基準に後ろの数字がその PNG が再生されるミリセカンドです。数字が2尺なら 0.2 秒間再生されます。ですから例えば、アリスの該当するアニメーションフレームを 0.1 秒間再生したい場合は、カットに尺をつけてください。区切り文字の前の部分は、アニメーションの再生順序のための部分です。ファイルの並び順でアニメーションが再生されると考えてください。それ以外の制約はないので、好きなように名前をつけてください。私は、面倒なので、並び順が良くなるように数字だけ書いてますね。次はフォルダ名です。動画ではフォルダごとコピーして名前をアリスに変えていますが、アニメーションフォルダのすぐ下のフォルダ名がそのままアニメーションセットの名前になります。そのまま必須となるアイドルフォルダを作成して、それぞれのアニメーションが再生される状況を考慮して、キック、スマイル、トーク、シンクなどの適切なアニメーションの名前を付けましょう。アニメーションがどのような状況で再生されるかは、キャラクター詳細の案内で確認できます。それでは、早速アリスアニメーションアセットを適用したキャラクターを一つ作ってみましょう。ワークスペースや API キーをコピーするとは面倒なので、キャラクターを丸ごとコピーして修正しましょう。名前がひなコピーですね。区別用の名前なので変更しなくてもいいのですが、アリスに変更して変更ボタンを押して名前を変更しましょう。アニメーションアセットの適用を確認するためなので、AI の入力はそのままにしておきます。アニメーションアセットオプションを開いてみます。アイドルフォルダをしっかり作っているのでアリスが認識されています。変更しましょう。お、すぐに確認できますね。他のアニメーションも問題なく動作します。アイドルを基準でサイズを決めるので、アイドルさんは少し浮かんでいます。高さと幅を調整してみましょう。グラウンドも少し調整して、トークなど他のアニメーションも微調整します。最後にボイスで先ほどの説明でダウンロードしたアリスを選択して保存します。出てくると、キャラクターのボタンがアリスに変わっているのが確認できます。変更しましょう。おー、
ご質問や問題がございましたら、喜んでお手伝いさせていただきます。どういうご用件ですか？かわいいですね。はい。ここまでがアニメーションアセットを作る例でした。それでは、ここからいつもの雑談と近況です。いつものように淡々と進めていきたいと思います。まず伝えたいのは、チャンネル登録者数4000人を突破しました。皆さんの熱い応援があったからこそ、ここまで来れたし、これからもやっていけると思います。これからもよろしくお願いします。この報告を1ヶ月前から言いたかったのですが、更新と動画制作にこんなに時間がかかるとは思いませんでした。そもそもカットもたくさんしたし、加速もたくさんしたけど、1時間の動画なんて誰が見ても分量調整失敗。YouTube チャンネル紹介動画として使うために総集編を作ろうという目的もあったのですが、総集編というには、ちょっと足りないものもありますし、反省はまた今度にして、今後のスケジュールですが、とりあえずは、枠を修正しながら、キャラクターの数を増やしたいと思います。そのためにまずは、インワールドのキャラクターのジェイソン数も増やして、会見も頑張って勝ちゃらないといけませんね。技術の中で実験してみたいものもあったのですが、やっと時間ができそうです。何例かの方が私が生成した AI イメージの編集や配布について質問されましたが、そもそも AI で生成された生成物に対して私はいかなる権利も主張することができないので、ご自由に使っていただいて構いません。AI 生成物とリバー、AI 音声モジュールについてもここでお話ししたいと思います。私のチャンネルの絆ストーリーのリストだけ見ても、私は約40-50キャラクターの音声モジュールを保有しています。これらのモジュールを配布しなかった理由は、当時の学習環境によるものです。例えるなら、16人の教師が必要な学習を4人の教師だけで学習した、当時のコンピュータのスペック的な問題もありましたが、そもそも主な使用用途である絆ストーリーがライブではなく録画環境だったので、安定した音より、99回変な音が出ても1回より良い音が出るモジュールが好まれました。そうなってくると、安定したオールラウンダーモジュール一つよりも、特定の音声をよく発音するスペシャルモジュールが多くなってしまいます。例えば、私は小春のモジュールが8つくらいあるはずです。そして人は、音声がイメージと合わなかった時は、結構冷めてしまうところがあると思うので、とりあえず持ってるモジュールを配布するより、関連キャラクターを作るときに、少なくとも私が一度使ってみて、配布するのが正しいと判断しました。話を戻して、キャラクター作りの最後のパートである AI のために、ローカルモジュールの開発にもそろそろ着手しようと思っています。しかし、今の AI 業界、技術の進化が早すぎるんですよね。新技術だった技術も1ヶ月も経つとまだその古い技術使ってるの、と聞かれるくらいです。そして、プロトタイプ制作から約3ヶ月が経ちました。結構いろいろなことがありました。技術的な要素を除いて簡単にまとめると、私がもともとローカルモジュールとして使おうと思っていたモジュールの次のバージョンが出ましたし、学習方法も2種類も増えました。それに参考になるオープンソースも出てきました。このような目が回る環境で、現実的な技術であるかをテストしながら、データセットを準備する時間を持ちたいと思います。まとめると、やることがたくさんあります。では、ローカルモジュールの話に戻って、なぜ私がそこまでしてこれを開発しようと思ったかというと、既存のサービスを利用した時の限界があるからです。まずインワールドみたいな場合は多くの要素を入力できる優秀なサービスを提供していますが、他人のサービスなので、共通常識や親密度のような支援されてない要素があっても私が実装することができないし、入力値が決まっているので、ウェブ検索要素のような追加情報を一緒に送ることも不可能です。そして、私はこの限界に対するどんなコントロールも持っていません。主義はチャット GPT ですが、私は、すでにチャット GPT で Android 版 Steam の箱のようなものを作った経験があります。その経験から得て言うなら、チャット GPT を作った OpenAI 社は、基本的に一般開発者に不親切です。GPTs のような高度な機能はもちろん、例えば、会話履歴のようなメモリ機能やセッションのような基本的な機能すらサポートしていません。そのため、会話するたびに毎回あなたとさっきまでこんな会話をしていたみたいな履歴を一緒に送らないといけません。全部自己負担の有料で、私が一番すぐに終わる GPT 開発を再開に置いた理由でもあります。それにローカルモジュールが無事に実装され、現実性があれば、
ローカルモジュールだからこそできることをやってみたいです。それまでこのチャンネルの未来を見守り、付き合っていただけると嬉しいです。次に、キャラクターの追加を自分でやってみる方の中から、その成果物を共有してくれる方を探しています。正確には、インワールド AI をインポートできる JSON ファイルやアニメーションアセットを共有してくださる方ですね。今回の動画化キャラクター作成に関して、最初から最後まで、例題まで含めて長めに撮影した理由でもあります。キャラクターを作ってみて、あれ、これ結構いいんじゃないかという方や、こんないいものは一緒に使うべきと思った方は、私のメールにご連絡ください。アニメーションアセットはこれだこと。JSON はスタジオキーとワークスペースなとインワルドの名前が入力された状態で、インポート右側のエクスポートボタンを押すと出てくるウィンドウで保存することができます。お送りいただく際に、制作者であるご自身のお名前を表示するかどうかや、ご意見、残したい言葉などを拡散いただければ反映させていただきます。そうして送っていただいたファイルは、公序良俗に反していないかどうか程度を確認して、他人の財産であることをプログラム内に明記して配布したいと思います。最後に、これまでまだ何の見返りもないのに、いつも温かい目で見守ってくださっているメンバーシップの皆さんに、この場をお借りしてお礼を申し上げます。皆さんが私を動かす原動力になっています。今後のメンバーシップの運用ですが、前にも申し上げたように、加入された方々とプログラムの利用には、今後も変わりはないのですが、プログラム開発の方向性やキャラクターの追加に意見を積極的に反映させる方針で進めていきたいと思います。極端な話、先ほどの G 機器開発のような後発の開発計画であっても、どうせいつか開発する内容に対して開発方向を提案していただければ、追加の意見調査で順番が変わることもできると考えています。直接的なコミュニケーションについては、Discord や SNS の ITDX は作ってみましたけど、まだ使いこなせていないので、使い方がよくわかりません。多分キャラガチャの時に放送を開いて作業しようかなと思っているのですが、とりあえず、この時にコミュニケーションが取れたらいいなと思っています。ここまで、本当に長い動画をご覧いただきありがとうございました。この動画やプログラムが気に入ったなら、コメントやチャンネル登録、いいねをお願いします。本当に大きな力になります。それではまた次の機会にお会いしましょう。